welcome Yuri Tsukada, Marketing Division Assistant Manager, Sumitomo Mitsui Card Company Limited。 皆さんこんにちは。三井住友カードの塚田です。弊社は便利、安心安全、お得なキャッシュレス社会を実現すべく、三井住友カード、ナンバーレスなどのクレジットカードをはじめとする幅広い決済関連サービスを提供しています。本日は私たちが YouTube を活用して学生世代からの指名検索を 30% 増加、さらにサイト流入数や申し込み件数の増加を実現した事例について、その要因となった3つのポイントをご紹介します。私たちのビジネスゴールは、三井住友カードの利用者を拡大させていくことです。最初に選んだブランドを長年利用される方も多いため、人生で初めてクレジットカードを作ろうと思い立った若者世代のお客様に、しっかりと三井住友カードを選んでいただくことがビジネス成長の鍵を握ると考えています。そこで私たちは学生世代のお客様へのアプローチを強化すべく、2022年2月に学生ポイントという新サービスをリリースしました。サービス内容の紹介をメインの訴求としていた当初の広告施策では、三井住友カードは学生にとって魅力的なクレジットカードであるといった認知が目標に対して十分に獲得できていないというような課題がございました。そこで2022年10月から実施した学生向けの新規入会促進プロモーションでは、今の学生世代が大切にしている価値観に寄り添うといったことに重点を置きました。これが成功の要因となった3つのポイントの1つ目です。その上で三井住友カードを選ぶことで、彼らに提供されるベネフィットを明確に伝えたいと考えました。そのキャンペーンのクリエイティブコンセプトが学パあげてこです。学パとは学生生活パフォーマンスの略で、今回のプロモーションに際して新たに作成した造語です。現代の学生が重視するコスパとタイパといったキーワードをもじったメッセージで、三井住友カードが学生と同じ目線にあること、そして学生生活をより良くするカードであることを表現しました。ターゲットは全国の18歳以上の学生ですが、その中でもネットでの支払いだったり、20歳になったステータスだったりで自分で意思決定することが増える大学2、3年生といった方々をメインのペルソナといたしました。若年世代へのインタビューやアンケート調査などから、サービスを思い起こして検索してもらうそのポイントとして、みんなが使っているメジャー感と損をしないお得なポイント還元といったイメージを印象づけることにしました。本キャンペーンにおいて最も重視した KPI は検索数最大化です。中でもクレジットカードのような一般的な検索語ではなく、三井住友カードのようなブランド指名での検索をいかに増やすかにこだわりました。過去の実績から社名検索では申し込みコンバージョンなどにつながる可能性が約3倍ほど増加することが分かっていたからです。それでは学生世代の価値観に寄り添って我々が作成したクリエイティブとはどんなものなのか、実際に使用した動画をご覧ください。三井住友カードで学パ上げてる？学パ？そう学パ上げていこう。コンビニ 5% 還元、学生限定 LINEPay の支払いで 3% 還元、
上げて学パ上げていこう。三井住友カードで学パ上げていこう。発行枚数100万枚突破。今だけ入会で2000円相当プレゼント。三井住友カード。はい、コンセプトである学パ上げてこの世界観を伝えるために、学生世代から高い支持を受ける YouTube クリエイタークレイジーマグネットさんをメインキャラクターとして起用して、ポップでライトなイメージを作り上げました。そして成功のポイント2つ目は、広告フォーマットの最適化です。 YouTube においてはサービス理解を促す役割を期待して、機能や利便性を丁寧に説明したTrueViewインストリーム広告と、メッセージを絞り込んで伝える6秒のバンパー広告を組み合わせて配信。動画広告シーケンスを活用し、長尺動画を視聴した方とスキップした方に対してそれぞれ別のバンパー広告を配信してメッセージを出し分けるといった取り組みをして、より効果的にサービス理解を促す試みをいたしました。またそれ以外の SNS でもメディアごとの特性に合わせてクリエイティブを開発しました。広告配信については3回以上の広告接触をすることでサービス認知と検索数が向上するといった代理店の過去実績に基づき、 YouTube 広告や SNS 広告を中心に適切なメッセージを十分な回数届けるということを設計において行いました。結果として YouTube 広告から検索に至るその CPA は目標に対して14% 削減することに成功しました。さらに KPI としていた広告接触後の社名検索数については 30% 増加。これにより予算を維持したままで効果的に検索数を増加させることができました。またこれらの結果に連動してサイト流入数や申し込み件数も増加していきました。結果につながったポイントとして、ターゲットである学生世代が共感できる価値観に寄り添って何をどう伝えるかといったことを決めたこと、またメディアごとに広告フォーマットや配信設定の最適化をしたこと、この両側面のアプローチにより想定よりも効率的に商材に対する興味を喚起することができました。そして成功のポイントはもう一つあります。適切なクリエイティブの開発やメディアの活用、そちらも大切ですが、同じくらいどんな組織で取り組むかというのも大切なポイントです。今回のキャンペーンでは私以外にも若手メンバーを含む少人数のチームで企画を主導しました。まさにターゲットユーザーと同年代の彼らと議論を重ねたことで、より解像度高くターゲットのインサイトを理解し、コミュニケーションに生かしていくことができました。広告動画へ YouTube クリエイターを起用することについても前例のないものであったため、正直最初は不安もございました。しかしながら若いメンバーたちと議論を重ねる中で、大人世代と今の学生世代では見ている世界が違うのだということを理解し、彼女たちの起用を最終的に決断しました。会社としてもこの挑戦を後押ししてくれたことで、中途半端ではなく振り切った表現でローンチすることができました。結果として学生世代からの効率的なアクション増加に成功しており、学パ上げてこ第2弾の制作も進んでおります。まとめとなりますが、若者向けの施策をするには、まずは我々自身が既成概念にとらわれず、彼らの行動を促すモチベーションは何なのかしっかりと向き合うこと、そして組織を巻き込んで新しい施策にチャレンジすることが大切です。今後も YouTube で認知の次の行動を見据えて、若者世代を引きつける施策を展開していきたいと思っております。
本日はご清聴ありがとうございました。